こんにちは。アメリカ在住翻訳者ランサムハナです。英語の先生と日本語の先生もしています。今日はフリーランス翻訳者になって良かったこと、悪かったことについてお話ししたいと思います。私はフリーランス翻訳者になってもう25年になるんですけれども、フリーランス翻訳者になって良かったことは、結構たくさんあります。一番いいのは好きなところで暮らせるということだと思います。普通だと仕事のあるところに自分が行ってそこで仕事をするということが、多いと思うんですけれど、フリーランス翻訳者の場合、自分で行く場所を決めることができて、自分がどこに行こうと仕事がついてきてくれるというのは大きなメリットであると思います。私もそのメリットを今までいろいろと利用して、アメリカ国内でもテキサス州、アラスカ州、カリフォルニア州などで暮らしてきました。日本では北海道の富良野市で田舎暮らしをしていたこともあります。旭川市や札幌市で暮らしたこともあります。私だけではなくて同業の方にも同じような経験をしていらっしゃる方がいらっしゃいます。例えば知り合いの同業の方なんかは夏になるとね、アメリカ在住の方なんですけれども、キャンピングカーに乗ってアメリカ全土をキャンプで旅しながら翻訳をしているという方もいらっしゃれば、あとは日本在住の方なんですけれども、夏休みになると1ヶ月オーストラリアとかに行ってAirbnb で1ヶ月ぐらい仕事しながら過ごすっていうふうにおっしゃってる方もいらっしゃいます。しかもフリーランス翻訳者なので別にピークの時期に切符を買う必要もなく、安い時に切符を買っていけるっていうのも大きなメリットであると思います。2つ目のメリットはやはりそうですね、男女の性差がないということだと思います。翻訳は本当に最終的に出来上がってきた翻訳の質によって、実力が評価される完全実力主義の世界です。翻訳をしている人が男性であろうと女性であろうとそれは関係なくですね、本当に最終的な翻訳の質によって、評価される、本当にフェアな世界だと思います。それに翻訳業界っていうのは意外に女性が多い、業界でもあります。私以前社内翻訳者をしてた時期があるんですけれども、ある会社では多言語いろいろとヨーロピアン言語の、翻訳者とか、あと日本語の翻訳者、私ですけどねとかが、一つのフロアで全部で10人ぐらい集まって仕事してたんですけれども、その10人の例えば、ドイツ語とかフランス語とかイタリア語とかオランダ語とかね、そういった翻訳者の中で、男性は10名中2名ぐらいだったかな。全部の職場がそうだとは限らないんですが、女性が結構実力を発揮して活躍している、業界でもあります。なのでそういうところも、私にしてみれば働きやすいかなと思います。3つ目のメリットは、そうですね、人間関係のしがらみが、ほとんどないことですね。上司もいないし同僚もいないので、メールでねいろんな翻訳会社とやり取りをするので、たまにそりゃ働きにくい、プロジェクトマネージャーさんに会うこともありますけれども、仕事が終わればそれで終わりで、また次のね仕事が来るまではお会いしなくていいので、嫌な人と、顔を突き合わせて仕事をするという、煩わしさもありません。すごくそういう面ではストレスがなくて、楽な仕事だと思います。4つ目はそうですね、通勤がないことかな。電車に乗ってね通勤とかする必要もない、在宅で、仕事が完結しているので、そういう点でも交通費もかからないし楽ですね。在宅の仕事ということもあって、今回のね今このビデオを収録している時っていうのはコロナの影響で
いろいろな業種に影響が及んだ時期であるんですけれども、翻訳業界に関しては、このコロナが起きる前と後でほとんどライフスタイルが変わらず、仕事も減ることもなく安定して、稼ぐことができている翻訳者さんが、結構いらっしゃいます。ですので、そういう意味でもすごく安定してライフスタイルを続けることができるというのもいいかなと思います。5つ目はいろいろと人生の段階でバリバリ仕事したい時と、あとは、ね、パートぐらいでいいやって思う時とあると思うんですけれど、そういうふうに仕事の調節ができやすいというのが大きなメリットだと思います。私の知り合いのねお友達の翻訳者で例えばシングルマザーの方でね、アメリカの土地で4人のお子さんを1人で育て上げられたっていうね、私が大尊敬するお友達の翻訳者さんもいます。でそういうふうにね、シングルマザーの方がお子さんを育てるためにバリバリ働くっていうこともできれば、子育ての傍らねパート感覚で少しだけ仕事を続けてるっていう方もいらっしゃいますし、そういう意味で仕事量の調節が効きやすいというのも大きなメリットです。6つ目、英語が好きな方とか語学が好きな方がいらっしゃると思うんですけれども、そういう勉強を続けながら、仕事ができるということですね。趣味で英語を勉強するだけじゃなくて、それによってお金もいただけたりするので、やはりその英語を勉強する姿勢もね、お金をいただく以上真面目にしっかりと力をつけようっていうモチベーションにもなりますし、一石二鳥勉強も続けながらキャリアも伸ばしていけるという点ですごくメリットの大きい、仕事だと思います。そんなところですね。翻訳業をやっていて、困ったことっていうのも、あります。困ったこと、3つぐらいあるんですけれども、1つ目は、やはり会社員の方と違って、有給休暇とか病気休暇がないので、寄りかかるところがないというのは、非常にリスクを伴う仕事であると思います。私以前社内翻訳者の仕事をしてて、一時期会社員だったことがあるんですけれども、その時にね、休んでもお金がいただけて、あと病気になってもお金がいただけるっていうのは、なんと恵まれた仕事なんだろうと思ったことがあります。フリーランスの翻訳者をしてると、もう本当にパソコン1台でね、世界に立ち向かっていくっていう感じなので、元気な時はいいんですけれども、体調が悪い時とかね、そういう時はやはり、心細くなったりすることもあります。2つ目の、困った点、デメリットはやっぱりそうですね、個人事業主の扱いなので、ローンとかを組みにくいっていうところがありますね。だから住宅ローン、お家買いたい時とか、そういった時にやはり会社員の方とかと比べると、そういう融資を受けるのが難しいというのが、ちょっとはあると思います。それから3つ目、これは、メリットとも相反していることなんですけれども、人間関係のしがらみがない分、やはりちょっと孤独になる、一人ぼっちで寂しいと思う時があります。人との交わりとか、つながりたいとかね、おしゃべりしたいなって思うこともあります。それは、自由と背中合わせなのでしょうがないんですけれどもね、そういう風な気持ちになることもあるので、こんな風にビデオで皆さんとお話しできるのがすごく嬉しいと思っています。翻訳っていうのは誰でもなれるっていう仕事ではなくて、やはり向いてる人と向いてない人がいると思います。翻訳者に向いてる人向いていない人っていうビデオも、作ってありますので、よかったらご覧ください。翻訳の仕事を考えていらっしゃる方の、少しでも参考にしていただけたら嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いします。Thank you for watching. I'll see you in the next video.